されども、今日もしっかりと暑いんで作っていくのは冷たい料理になります。こういう時はですね、冷やし中華食べたいんで冷やし中華始めます。やっぱこの中華料理店などで冷やし中華始めましたの短冊を見ると、今年も夏がやってきたなってね思う人はたくさんいるんじゃないでしょうかね。それで今回作っていく冷やし中華はよくあるスタイルではちょっとないかもしれないですね。ハムだったり、錦糸卵、きゅうりとかと、あとちょっとね酸っぱいタレっていうのがね冷やし中華の僕はよくあるスタイルなのかなって思ってるんですけど、今回は鶏胸肉を使ってこれを自家製のタレに漬け込んでですね、そして、火入れをすると。でそれが終わったらその自家製のタレをベースに、冷やし中華のソースを作っていくといった流れですね。そしたらこの自家製のタレですね、これもそんな複雑なものはないんですけど、醤油、酒、みりん、あと蜂蜜をベースにしてます。少し甘じょっぱい感じのそういった味ですね。それが麺とすごくよく合うと思うんで、そしたら少しだけ香り付けで生姜とニンニク、これもすりおろしておきます。タレができたら鶏肉ですね、これ全体がちょうど浸かるぐらいがいいです。あとネギの青いところもしあればこれも一緒に漬け込みましょう。でシナモンね少しだけ振っておくといいですね。シナモンパウダーもしある方はぜひ使ってください。この状態でだいたい10分20分ぐらいは漬けておきたいですね。もちろん都合によってもっと長く漬け込んでてもいいんですけど、最低でもそれぐらいの時間ですね。そしてその間に付け合わせトッピングで使うきゅうり、これを千切りにしていくような流れですね。このきゅうりの厚さはもちろんお好みでいいと思うんですけど、僕は結構ね細いのが好きなんで、できるだけ細切りにしておきます。あとこのネギもいいアクセントになりますからね、これも刻んで準備しておきましょう。あんまりね水が出ないように包丁のね切れ味をしっかりと生かして繊維を潰さないように切ると、すっきりとしたこのネギのね味わいを楽しめるんじゃないかなと、そう思ってるんですけど、どうですかね。鶏肉はある程度漬け込めたので、タレから引き上げてしっかりと水分を拭っておきます。そしたらですね、フライパンで焼いていくといった流れですかね。そしたらフライパンにオリーブオイルをひいて、だいたい中火ぐらいですかね。で、じっくりと焼き色をつけていくような感じです。ただちょっと注意したいのは、この鶏肉タレに漬け込んでますから焦げやすいんですよね。なので意外とね早い段階でもうひっくり返した方がいいですね。で、身の方は身というか皮がついてない方はねあんまり焼かないようにして、さっき漬け込んでおいたタレ、これも加えて火を入れていきます。ちょっと香り付けに鷹の爪とか入れておくといいと思うんですけど、僕はスキッとした、味わいにしたいんで鷹の爪入れました。でこれは4分火を入れて、そしたらごく弱火にしてひっくり返して3分ぐらいですね。火を止めて余熱で5分、だいたいそれぐらいでもう火は入ると思います。どちらにしてもねやっぱり意識したいのは皮がついてない方の身はですね、あんまりね硬くしたくないんで、メインは皮がついてる方を火入れするといった感じです。こんな感じですね。いい色合いですね。そしてこの鶏の旨味が十分に移った煮汁、ざるで裏ごしして、これをベースにタレの味付けをしていきます。鶏のね旨味が移ってるから一気にねまた表情変わりますね。そこにまずは練りごまを加えていきます。もうこの時点でだいぶ美味しくなるんですけどね。あと少し白ワインビネガー加えたんですけど、なければ普通のお酢で大丈夫です。白ワインビネガー入れるとちょっとフルーティーな酸味になるんで、もしねある方はおすすめします。あとはマヨネーズでコクを出して、で最後はごま油ですね。やっぱこのごま油を入れるのと入れないのとではね全然違いますからね。絶対入れた方がいいですね。これはもう絶対入れてください。
それでもう一個ね、ちょっと準備しとかないといけないのが錦糸卵ですね。まあ卵1個でできるんでささっと作っていきましょう。白身がね残らないようにしっかりとこう腰を切って、でフライパンをねもう一回使うことにはなるんですけど、オリーブオイルほんとごく少量、引いたら弱火ですね。もう錦糸卵は弱火に限ると思うんですよね。焼き色がつかないように慎重にやりましょう。フライパンをねなるべくこういろんな方面に傾けて卵を薄くしていくといった感じです。しっかりとね剥がれるフッ素加工のフライパンの方がやりやすいですね。あとはまあひっくり返すところぐらいですよね。もうこれももうちょっと熱いんですけど我慢してパワープレイでふってねひっくり返して、でもうほぼ火入ってるんですぐ引き上げて、今度はまたこれも自分のお好みのサイズにカットしていくような、そういった感じです。まあ僕の場合は今回はねきゅうりを結構薄切りにしたんで、これもね同じぐらいのイメージで切り揃えておきます。やっぱね見た目も大事なんで、あんまりきゅうりとね差が出ちゃうとね太さのよろしくないですよね。あとは用意しておいた中華麺を茹でていくだけです。これももうね人それぞれ好みあると思うんで、細麺がいいっていう場合の方はね、細麺用意してください。個人的には今回のタレの味付けにはあんまり細麺より、これぐらいしっかりとしてた麺の方がいいんじゃないかと思います。それじゃあ盛り付けですね。ドレッセンに行きます。もうあとは、しっかりとね全体にまんべんなく散らしてあげるだけですね。錦糸卵ときゅうりとで、あと上にはですねカットしておいた鶏肉ですね。鶏肉をのせたらネギも添えましょうか。これもねいいアクセントになりますからね。それであとは作ってキンキンに冷やしておいたタレ、これを周りにかけます。これも最後仕上げにまんべんなくかけて完成といった感じです。この甘じょっぱさと酸味、程よい酸味、あと練りごまのこの濃厚さがめちゃめちゃバランスがいい。こんな冷やし中華あったら毎日食いたい。もう鶏胸肉もめちゃくちゃ柔らかいぞこれ。鶏胸肉だけでご飯3杯いける。麺1人前で茹でたけど絶対2人前でやった方がいい。それをおすすめします。意外かもしんないけど肉をね漬け込んでおいた液にシナモン、これがねすごくよく合いますね。というわけで冷やし中華の作り方でした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビエント。